どうもこんにちは、大峰です。今回は先日購入したばかりの iPhone 6S のことについて話してみたいと思います。まずきっかけはここ2年ちょいぐらい使っていた携帯電話の調子が悪くなってきてたんで久々に iPhone に買い替えてみたんですが、以前使っていた iPhone4S と比較すると随分巨大化してるんですね。手が多くない僕では片手持ちでは落っことそうになることが多々あり、両手で気をつけながら使用することが増えました。個人的にはせめて5や 5S のサイズ程度に抑えてもらえればもっとずっと使いやすいと感じます。それ以外のデザインでは、背面上下にあるラインが少し気になるけど、本体自体の薄さや質感、エッジのない曲面処理なんかに Apple らしさを感じていて、個人的にはとても気に入っているので、その曲線美や質感を台無しにしてしまうケースは使用していません。で、その性能なんですが、さすがに4年以上も前の機種になる 4S と比較すると圧倒的に高速。買った当時は軽快な動作で活躍してくれた 4S も度重なる OS のアップデートでどんどん遅くなっていたこともあり、6S の使用感にはかなり満足しています。実は2年ほど前に A7 を搭載した iPad mini 2を購入した時には 4S と比べて大して速くないななんて考えてたんですが、そんな鈍感な僕ですら 6S は明らかに速いと感じられます。実際に CPU 関連のベンチマークでは iPhone 6S が 4S の10倍以上、GPU 関連のベンチマークでも10倍以上高速化していて、実際にアプリの起動や動作速度も高速で快適そのものです。たった4年でここまで進化できるもんなんですね。実際の使い勝手が格段に進化した 6S ですけど、カメラ関連の機能性能もだいぶ上がっているようで、特に動画部分では 4K をデフォルトで撮れるようになっていて、より作品制作に使いやすくなったという印象はあります。以前番組で紹介した動画撮影用アプリの Filmic Pro を使って 6S と 4S の画質を比較してみましたが、 4K 動画はもちろんフル HD で撮影したものを比べてみてもはっきりわかるくらい進化していて、これだけでも買い替える価値があると言えるんじゃないでしょうか。僕は今後この iPhone 6S のカメラをサブカメラとして YouTube コンテンツを作っていく予定なんですが、必要十分な画質です。ただ写真に関しては 4S と撮影したものと比較するとホワイトバランスは 4S より優秀、解像感はほぼ一緒、そしてハイライト部分が若干白飛びしやすいのかなという気がしましたが、ここら辺は露出やシャッタースピードを調整していけば問題はないと思います。ここ数週間ほど iPhone 6S を使ってきて感じるのは、本体デザインの完成度の高さと動作速度。使ってみる前までは 4S のデザインの方がずっとマシくらいに思ったんですが、使っていくうちに 6S の良さがじわじわと込み上げてきました。そこに、全てにおいて全く不満のない高速な動作速度が合わさって、個人的にはこれまで購入してきた iPhone の中で最も満足度の高い製品になっています。僕が購入したのはシルバーでしたが、その他の本体カラーはスペースグレー、ゴールドの2色に加えて新しく女性に似合いそうなローズゴールドも追加されています。ただしやっぱりサイズが大きすぎて手の大きくない方、特に女性だと片手で操作するのが難しいと思われるんで、両手で操作するのが苦ではない方や iPhone5S までのサイズでは問題ないといった方以外は、買う前にちゃんと現物を触ってから購入されることを強くお勧めします。以上です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。やさまは YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとあーだこーだ喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト。配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。